帯魚みたいなふわっと泳いだような水色が入ってて、夏だな、海行きたいなみたいな気持ちにちょっとなる。はい、皆さんこんにちは。前回異色肌ギャルっていう紹介でも撮らせていただきましたみやこと申します。皆さんお元気でしたか？今回もかわいいパティーンさんでメイクを紹介させていただきます。今回はですね、小さなリゾートアクアリウムメイクという自分の中でテーマでやってみました。なんとですね、このシュガーピルさんとキキララのコラボのパレットを中心に使わせていただいたので、説明を楽しみにしてみてください。かわいいパティーンさんの夏メイク特集第1弾。皆さん夏いっぱいメイクを派手にして楽しんでください噛んじゃった。皆さん夏メイクをいっぱい楽しんでください。まずはカラコンなんですけれども、デイジーさんで購入したグラムクレアのアッシュグレー。写真上だと結構パキッとしたグレーに見えるかもしれないんですけど、つけてみると漏れてるけどまあまあ自然というか、ベースなんですけれども、キャンディードールさんのブライトピュアベースラベンダー。これは何色かあってこれおすすめですね。私はイエローベースって感じなので、ただカラー顔の方は緑のベースとかもあるので、カラーコントロールはいろいろ試してみて欲しいです。他の動画でも紹介しょっちゅうしてるんですけれども、レブロンさんの神コスメフォトレディプライムアンチシャインバーム最高なので、もう一個の方の動画でめちゃめちゃ喋ります。ファンデーションさんは24インチコスメさんの明るいベージュになります。薄付きっぽく見えるけどカバー力も高い。私乾燥肌なんですけど、乾燥肌の方が結構いいらしくて、オイルっぽいツヤ肌系のファンデーション使いたいじゃないですか。そういうファンデーションを使うと乾燥しすぎて層がもう一個上の層に乗って難しいんですよね。保湿をしっかり最初にして下地を塗ってからこっちをやるっていうのが今のところ安定します、私は。では次にニクスコスメティックさんの3ステップトゥースカルプとフェイススカルプティングパレットの3色を軽く使ってます。これは私の肌のイエローベースにほとんど近い色なので、アイホールに入れたり、これはチークのベースみたいに、この色だけパール味が若干入ってるので、チークのベースにうっすらと塗る感じで、主にこれですね。顔周り、特に顎からエラのところと気をつけなきゃいけないので、ここに色が結構変な溜まり方するので、ここぼかしたりとか気をつけながら、鼻筋も色ががっつり濃いんで、取りながらそーっと入れるといいです。でっかいのにそんなに高くなくてめちゃめちゃにコスパがいいので、とにかくシェーディングガンガン使いたい。使っても減らないんでめちゃめちゃいいです。同じくニックさんラブユーソーモッチハイライティングパレット、可愛いんですよね。薄い黄色ピンク、青っぽい白っぽいパールみたいなのが入っているやつを選びました。これは本当にその時のベースを何色系統にしたいか、黄色系統にしたいのか、愛らしいメイクをしたい時はこれかなみたいので、どのメイクでも薄付きなので、目の下のこの辺と、今日はこの鼻筋にも使ってて、鼻を高くするハイライトというよりはツヤ感を出すために使ってますかね。肌がちょっと綺麗に見える感じなのかなっていう裏技ですけど、鎖骨とかに塗ると肌に近い色がいいかな。多分黄色とかいい感じに夏っぽくなるのでいいんじゃないかなと思います。チークは前にお友達にいただいたセットに入ってたレ・メルブレイユーズラジュレミニブレストチークカラー10ですすごく難しかった。ピンクすぎず程よいピーチなピンク、もう本当に毎日のように使ってますね。私の肌の色にはすごく合ってて、あんまりドピンクすぎると合わなかったり、あと薄付きでも嫌なので程よくピンクになる。最近はもうずっとこれを使ってます。リップはね、ベースを先に塗っておいた方が口紅塗った時に縦じわができないので、リップベースと言うほどでもなく、リップクリームでも何でも良いのでちょっと塗っておきましょう。私はまつげエクステをしているのですね。マスカラは取れちゃうので塗らないようにはしていて、まつげエクのコートをしています。フェニックスアイラッシュサポートジェル、まつエク屋さんで買いました。これはお手頃なのに結構神コスメなので
皆さんおすすめなんですけれども、キャンメイクラスティングマルチアイベース01、いっぱい出さなくていいんですよ。これ本当に米粒の半分もいかないくらいめちゃめちゃコスパ良すぎるんですけど、カラーメイクをしたい時って日本のコスメアイシャドウあるじゃないですか。発色なんか意外と優しいなって思う時結構皆さんあると思うんですけど、アイシャドウうまく色出ないなって時にこれをつけておくとかなり色がパキッと出るので、脂性肌の方はちょっと油っぽくなるかもしれないんで、うっすらと伸ばしてください。使ってください。ぜひジフリースターさんのパレット。私は今髪がアッシュでインナーがネイビーなのでこれを使ったんですけど、今日はなかなか普段使わないポイズンっていう色を使ってみたんですけど、薄い青にしたかったんですね。アッシュ味のある青、くすんだ青なのでコスプレっぽくなるわけでは全然なく、細いチップをスススッと描いて、これでもしっかりめに描いてっていう風にしてみました。アクアリウムな感じのメイクの要、海外コスメのシュガーピルさんのアイパレット。これもベースを使った方がいいんですけど、リトルツインスターズキキララのコラボレーションのパレットになります。通販とかで手に入るので、これね嬉しいのがビーガングル読めないんですけど、ビーガンの、商品になってるんで、化学物質使えないよっていう敏感肌の方でも使えるように多分なってるっぽいです。ベースにこのドリームダスト、ここ丸く入れました。トゥインクルトゥインクルはめっちゃ攻めたゴールドです。目の下と目のこのくの字の角のところに、目頭のところにグイーッと引いちゃった方が爆漏れしますね。夏っぽいし大人のおしゃれみたいな感じが私はすごいするので、目の真ん中の部分にはスカイキャンディーをのせました。そのまま塗ると本当にうっすらした色なので、アイシャドウベースをしっかり塗ってから塗ることによって優しいピンクが入って優しげな印象、可愛い色です。ウィッシュはピンクの上、このアイホールのこの部分と、あと目の端っこの部分に入れました。ピンクオレンジっぽい茶色で濃くなりすぎずです。すごく一回眉毛にさっき描いた上にクラウドメーカーを入れました。眉毛地味になることが多いので、よく見るとキラキラってしないかなみたいな感じで、金色の下にピーピーと水色スターリボンを引きました。優しい色なんで入れても水色だなとは思うんですけども、熱帯魚みたいな感じで泳いだような水色が入ってて、こう夏だな、海行きたいなみたいな気持ちにちょっとなる。スターリボンの下にまたウィッシュ引きました。涙袋を描いてからの影みたいなのを作りたいんですよ。なのでカラーを入れた後に、このカラーの下に影があるよ、このウィッシュをここに影を描いて、でこことつなげてふわんとしたくの字に、まさにウィッシュですよ。目の彫りもあるよ、下の影の彫りもあるよみたいな願いを込めました。目頭のところ金も使っちゃってるんで、バキバキに入れると多分金と銀が対決しちゃうので、目頭の金のこっち側、私目が離れてるので目を近く見せたいって思って、目頭のここにツンツンって、そんな不自然じゃなく強めのハイライトみたいに見えます。今回はアイシャドウを目立たせたいので、って言っても結構バサバサしてるんですけど、ダイヤモンドラッシュさんの中では自然な方。横から見るとまつエクいっぱいつけましたぐらいのまつげで、まつエクしてるんですけどちょっとやっぱ少なくなってきちゃったんでまつげをつけてるんですけど、ガツンと上げない、泳いでますみたいな感じです。ドーリー・ウィンクさん、女の子は誰だってドールになれる、下まつげふさふさナチュラル。今は生え際近くにつけてます。まつげを結構つけることで垢抜け感すっごい出るので、下まつげだけをつけるとほわんと垢抜けた感じになるんですよね。これもだいぶバチバチしてるので、ギャルの中ではナチュラルだよみたいな。カラーメイクをするとどうしてもカラーばっかりが先行して目立っちゃって、下まつげ入ることによってカラーメイクですバキーみたいのがなくなるというか、で目の縦幅が単純にすごく広がります。これもアイラインがっつり引くと系統だいぶ変わるので、やりたい時はもう優しめに。これすごいパッケージという形が超可愛いんですけど、アナスイのリップスティック G650 というオレンジですね。ラメも入っててちょっと夏感のある。私めっちゃ肌がイエローなんですね。もともとオレンジぐらいで塗ると程よいピンクになる。これよく使って
髪の毛なんですけどインナーネイビーが入っているので、せっかくなのでこれを見せたいということでアップにするためのふわっと巻きをしてますね。ワックスはザ・プロダクトさん、手についても洗い流さなくて大丈夫のワックスです。シアーバターと蜜ろうと入ってて、手に伸ばしてからつけるやつですね。自然に固まるのと毛が浮くのを抑えられるし、髪にも優しくていい感じの束感とかニュアンスとかが出るので、私これとっても気に入ってます。つけすぎ注意です。夏なのでベタっとしちゃうので、キープ力とかはそんなにがっつりではないので、維持したい人はスプレーをした方がいいんですけど、アイロンなんですけどヘアビューロン、ストレートの時もカールの時も使ってます。で、顔の周りは外巻きの方が小顔に見えることに最近気がついて、小顔に見せたくてちょっと外巻きにしてます。これ以外は軽く内巻きに全体的にしてから、毛先だけ内側にこうしてからこう外に巻いてってするとおしゃれ感が出ます。この辺とかこの辺とか髪のサイド真ん中ぐらいのところを内に巻いたり外に巻いたりっていうのを細い束でやってワックスをつけたりとかしておくとニュアンス変わる感がちょっと残るので、本当にやけどに注意、気をつけてください。シュガーピルさんのセットで買うとキキとララのリップもついてくるんですね。マットで結構塗ると割とマットな感じになります。パールの入った鮮やかな青で、これすごいいい匂いがするんですよ。皆さんフェスとか夏メイクとか夏パーティーな時にはこういうのを使ってみてください。ララのピンクも派手なんですけど、もっと濃いメイクの方がこれ塗る時はいいかもしれないんですけど、可愛い色なのでこういうのも使ってみたらちょっとおしゃれ上級者っぽく南国っていう感じでチャレンジしてみてほしいです。はい、皆さんどうでしたか？お洋服もね、靴もリゾーツみたいな感じでふんわりと今回はしてみました。アクアリウムをイメージしたっていうことで泳いでる感のあるメイクになったかなと思うんですけれども、皆さんもね、夏って特に派手なメイクがしやすいので、ぜひぜひリップの色とかアイシャドウの色とかぜひ試してみてほしいです。じゃあチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みやこでした。ありがとうございました。